皆さんこんにちは。スタジオナイさんの木村です。今回はですね、グラムス28っていう、名前のですね、かなりハイエンドな、カメラバッグを紹介します。ちょっと寄りで見ていこうかなと思うんですけども、グラムス28っていう、カメラバッグになります。全体がこういう、例えばこういうカメラのここの素材となんかこう似たような素材というんですかね、表面が全部そういう感じの、バッグになってます。で、だいぶコンパクトなモデルでですね、日常ユース系のスモールサイズのバッグかなっていう風な感じなんですけども、値段はねかなりするんですよね。でもその甲斐あってかですね、まずここの普通のバッグ、こういうベルトの素材感とか、もちろんここの表面の素材感もそうですし、こういうところのベルトの素材感って、ここがもうなんていうんですか、気持ちいいぐらいこう滑らかで、こうテカテカちょっとスムーズでですね、なんかこう普通の価格帯のカメラバッグとは違うんですよね。でこういうところも全部こういう革脂肪加工になっていて、ここのストラップの金具もちょっといい感じっていう感じなんですよね。もちろんこっち側の金具もやっぱり値段高い感じするんですよね。でここがこう開くわけです。簡単に開くし簡単に閉じるし、素材感もこう、アルミなのかな、しっかりしてる形になります。で裏側に、ホックがついてます。こんな感じで持てるのと、あとキャリーカート小さめのやつのところに多分こうやって挟める感じになるかなと思います。ここを持てるのが結構多分移動するときに楽かなっていうふうに思います。で、ファスナーが、ここもだいぶ強固な作りっぽいんですけど、パスポートだったりね、財布だったりちょっとしたカードなんかを入れられるような、収納がついています。ここもね滑らかな開閉ができる。じゃあ開けてみますと、ちょっと今ちゃんと何も入ってないんですけど、こんな感じの、中身になってます。一体仕切りを取っちゃいますけれども、カメラとレンズを入れる広いエリアと、その裏に、iPad mini ぐらいが入るような、こういう感じのですねルームがあります。でその手前に多分これはですね、例えばこういうフィルター系を、ケースに入れたまま、こんな感じで入るようなこう薄めのね、これ薄めのこういう場所が2個ぐらいあります。もちろん、こういうバッテリーを、こういう風に入れるのでもいいかもしれないですけども、結構下まで行くので、ここもでもスマホとか入ったりフィルターだったり、こういうのを入れてみる感じの部屋がありますね。で手前のところに、よくバッグの中にある、薄めの、お財布とか入れるようなところかな。僕はだいたいこういうところにお財布入れるんですけど、部屋がありまして、その中に奥に3つこうペロリと小さい仕切りがペロリと3つあります。バッテリー類、アクセサリー類入れるような感じかな。で手前にボールペン、仕切れるような感じで小さい部屋が、ボールペン留めるような小さい穴が3つある感じですかね。やっぱりだいぶしっかりしてるんで、形がこうなんていうんですかね、形状記憶の形なので押しても、平べったくならないような形になって、この蓋がねがっしりしてるから、多少こう上から圧力があっても少しは特にここの上からの圧力に対してはだいぶショックを吸収してくれるような硬さがありますね。もし使い込んでいくと少しこう馴染んでいったり革なんでするんかもしれないですけど、今こう立体として形状を記憶するっていう形はかなりあるんじゃないかなって思います。で
仕切りが2種類ついてまして、こんな感じで折れるタイプのものがと形ちょっと違うのかな、1個あります。一旦真ん中に仕切りを入れましょうか。ちょっと小さめのミラーレスを入れるのに一番ちょうどいいんですけども、こういう富士とかよく最近皆さん言ってますけども、そういうカメラが合うんじゃないかな。2機質だとレンズつけたままこんな感じで入って、プラスで、大きいレンズが、入るかな。例えばフィルムカメラだったら、レンズ付きの 50mm やったり 35mm の単焦点、ズームでも昔のフィルムカメラのレンズ入れたらこっちに、マミヤが入る感じですか。2機質だと、例えば、ニコン Z を入れるとすると、こう入って、ズームが、入って、でもう一個レンズ入れるのがちょっとオールドめのオールドレンズも入らないな。なのでここにこう仕切りをプラスでつけて、バッテリーアクセサリー類をこう入れる感じになるかなと思います。ミラーレスでも、Z6 もだいぶ小さい方ですけど、本格的なプロ機を入れるとすると、ズームレンズ単焦点だったら2個入るかもしれないですけど、ズームレンズと本体っていう感じで、もちろんこれつけたままでも、こんな感じで入れれば、ここ伸ばすことができるので、多分運用としてはいけると思います。で富士 XT4 とかE4 とか APS-C サイズだったり、こういったちょっとニコン ZF 系だったりとか、ミラーレスの中級機ですね、マイクロフォーサーズも含むでレンズがこのぐらいの、サイズ感の単焦点的なものであれば、こんな感じで、ちょっと暗くて見にくいかもしれないですけど、こんな感じで余裕で入ります。で2個重ねちゃったりもできて、ちょっと大きめのレンズも、入ったりしますね。ズームレンズはだから2個入る感じ。ズームと単焦点。中級機だとレンズ小さいのだったら重ねて、3個。ちょっと大きいのだったらレンズ2本と本体と。でバッテリーがこう入ったりして。僕は最近フィルムカメラに、系統してますので、レンズ付きの状態でこう 2個、ルーム2つにしちゃって、レンズ付きのやつをこうやって2個ぐらいこうやって入れるのにちょうどいいかなと思ったりします。フィルムは前に入れちゃってもいいかな。一応この手前のポケットもこう立体的にはなるので、多少は四角いものも入る感じします。でここがきついかなと思ったらここ緩めてですね、こういう感じできるかなという感じです。ちなみにブラックマジックとかだったらケージつけたままこんな感じで入ります。ただレンズがね入れてるとこういう風に入れなきゃいけないから、その場合は難しいんですけど、本体だけでレンズ別だったらこんな感じで、ちょっとこうレンズねクッションケースに入れて、例えばこんな感じでレンズをクッションケースに入れて、こんな感じでブラックマジック1台手持ち用みたいな感じでもできるかもしれないです。はい、いかがでしたでしょうか。こちらのチャンネルではアートライフミュージックのテーマで動画をお送りをしております。DIY 関連の動画も出していきますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。はい、かなりこうスリムなサイズなのと、革でできてる感じなんで、クラシックなカメラにも結構合いそうだっていうことと、例えばこっちの白馬のカメラバッグ好きで使ってるんですけど、ブロスシェルっていうやつかな。それのサイズが一番小さいやつと大体一緒なんだけど、それより、丸みがあってちょっと
スリムな感じなので、日常ユース的にね、ミラーレスカメラと、フルセットじゃなくても単焦点2個ぐらいお出かけするようにこれにね、そのセットをずっと大体入れとくみたいな、カメラ入れとくようにねこう1個、感じにしとくのもいいかなって思います。それではまた。